と僕デニムってできるのが何日ぐらいかかるのかってこちらは基本的に企業秘密の部分がいっぱいあります。なるほど。2色この中にインディゴの線路が入ってます。最初はこういう黄緑色のロープの束をこれを一本一本の糸にまた分けて巻いていきます。もう一回分ける。また分けます。これをこれ職人技ですね。本当は1本ずつ取ってるんですね。はい。これはちなみに何を？これは今これ止めたものを分線してできたビームですね。赤白。真ん中が白いとか白いのが。これ手で持ってみても大丈夫ですか？どうぞどうぞ。そうです。セルビッチはどうしてこの幅に？いよいよ。だんだんと音がする。法政バー。あと聞きたいことあるんですけど、デニムができるまでの工程を昭和さん的には何をやって教えてもらえたりします。あと僕デニムってできるのが何日ぐらいかかるのかっていう見当がつかなくて。その生地によって違うんでしょうけど、そうですね、一般の方は分からないですね、もう一番初めから言うと、綿があってまず糸を作るところから始まります、でその次に成形といいまして、1本のロープにするために、例えば400本500本の糸の束をロープ状に束ねる工程、それがまずあります。それが大体2日ぐらいですかね。で次にロープ染色でここで色をつけます。これは1日で染まります。でその後ロープ状のものを今度一本一本糸を分ける分線工程というのがあります。でこれが大体2日ぐらいで、この分線したものを次に縦糸に糊をつけます。このサイジングですね。こちらで糊をつけて、これも1日で、今度、これを食器にかけて横糸を打ち込んで折っていくんですけども、でこれがジーパンのようなデニムでしたら1日に3単から4単ぐらいはできるんです。一つの食器で、24時間稼働してますので、で後加工、木型のままではあれなので、毛焼きをしたりとかで、水の棚通して縦糸の糊をふやかして型仕上げをするとかで、縮率を安定させるために防縮という工程を通るとか、それが大体詰めていけば2日ぐらいでいけると思います。でその後に検品ですね。ですから本当にもう何もロスなくずっとそのためだけでいけば、3週間ぐらいでデニムはできてくると思いますけども、その間に順番待ちもありますし、初期の予定もありますし、どこか一つの機械がトラブルが起きてしまったら後の生産にだいぶ影響が出ますか？そうですね、特にサイジング機乗り付けるで、ロープ染色もそうですけど、ここはもう1台しかないので、機械何台かある中で、次の工程が1台とかなると、ここが止まってしまうと、ここがどんなにできても、次の工程通らないんで、そういう意味では1台しかない機械が壊れると困りますね。でもこれ変な話、一貫でやってるから逆に3週間って早い方かもしれないですね。そうですね、どっかで外注出したらそれだけ相手方のスケジュールもありますから。なるほど。法政バー。大きい機械がいっぱいあるよ、ほのちゃん。これはそうなんですか。全部手作業で人が変わるとき。すげえな。糸どうやって作るの？糸から生地にするの。すごいね、この数をね。こういう生地があれば。これ全部で576本。本糸かそうですか。これがマックスですね。めっちゃ広いな。体育館より広いな。これがこうなってるんですか。前です。
すごい。一つのロープ状にまとめてああいうふうにロールに巻いていきます。あ、あれ。あれが先ほどの2万の糸が176本束まれた糸を、2000m、3000m 巻いたものになります。あれを染色する。縫製バー。あ、これ。はい、こちらがロープ染色です。でこちらは基本的にあ、ダメなんです。企業秘密の部分がなるほどいっぱいあります。なるほど。今日は特別にあ、こちらがロープワーパーで、成形した糸。ここは大丈夫です。はい、あ、そうです。これもずっとこれさっきのそうですね。このこれを本当だ。12本並べまして、12本ありますね。はい、でこれを機械にいっぺんにかけて染めていきます。あ、こうやって染まってるんです。でまずここは精錬層といいまして、はい。綿の余分な油ですとか、不純物を取り除く工程になります。あ、ほうほう。うわ、水につかっとるよ。こちらが染色層になります。すごい。染色層。この中にインディゴの染料が入ってます。ああ、なるほど。ここにどっぷり使うわけですね。ゴムローラーのであれ絞ってやって、これがずっと上に上がっていきます。あ最初はこういう黄緑色の色をしてます。あ、なるほど。なるほど。でこれがずっと上に上がっていって空気に触れて、空気の酸素と結びつくことによって酸化されて、降りてくる頃にはこういうブルーになって降りてきます。あ、本当だ。奥側が、はい、グリーンで上がっていってなるほどブルーで降りてきます。なるほど。空気に触れることによって青くなるインディゴの色が、はい、なるほど青く発色していきます。酸化した色。そうですね。はい。でこのもう一回あ、これインディゴのを何回も。染料の中に使ってを繰り返していって深い青色に染まっていきます。なるほど。あんま見ることないね。普通の生地とはやっぱ違うんですね、デニムってのは。そうですね。やっぱり最大の特徴である中地用に染めれる。あ、やっぱここなんですね。はい。だからジーパンデニムを作る場合はもうこの染色機で染めた糸でないと、なるほど。いい味が出ない。なるほど。このじゃあ染色がもしないなら、さっきのこのロープにする工程もいらないってことなんですか。そういうことですね。あ、そうなんですね。やっぱデニムがちょっと高いというか、ああいうのはそういう工程もあるからってことなんです。そうですね。はい。でこちらがロープ染色で染まってきたお、糸ですね。これがこういう風な形で、ほう。はい、染め上がります。あ、すごい。これがデニムに。これがデニムになる元ですね。縦糸に、はいこれを今度はこのロープの束をこれを一本一本の糸にまた分けて巻いていきます。え、あ、もう一回分ける。また分けます。これをあ、じゃあもうこれまとめたのは染めるためだけ。染めるためだけですね。でこれを糸を一本一本分ける工程っていうのがこの後ろ側にあります分線と呼ばれる工程ですね。分線。今こちらで作業しているのは、糸を一本一本平行に、巻き分けるためにあぜ取りという工程をしています。手前の、はい、これがそうです。これは真ん中に黄色い糸が入ってますけども、これは最初のロープワーパーの時にあぜ紐というものを入れてます。これが、はい、これが一本一本の糸の場所を決めているものですね。ですから例えば先ほど576本の糸を重ねましたけども、1番目の糸から576本目までの糸が平行に並んでます。これがもうくちゃくちゃになるとここで平行に巻けないので、それをこうならないようにあぜ紐が入っています。それを一本一本確認しながら、その長と呼ばれる、串状のものに糸を1本ずつ入れています。そういうこと。これ職人技ですね。本当だ、1本ずつ通ってるんですね。はい。これで糸の道を決めてやって、ビームに巻き取っていきます。この糸に対して糸が必ずも平行になるよね。平行になる。もう僕老眼だから何も見えてない。俺ここに来る前
日本海でイカ釣りしよったり、ああ、そうなんですか。へイカ釣りのプロの漁師、え。へ30歳の時にここに来て、え。はだけど今67歳やけん、37年、今年で38年目。い。素晴らしいです。難しそう。難しそうよ。もうじゃあこういうのを職人技っていうんでしょうか。本田さんは今何をやってるんですか？本田さんは今巻きやすいように分かりやすいようにこう手でさばきながら、はい、巻いてます。ちょっと今切れちゃいました。糸がこう詰まって、どうしてもさばききれなかった糸っていうのはこの長にぶつかってしまって糸が切れるんですね。ああ、突っかかったってことですね。はい、よかったね。そうすれば。で、こちらが成形して終わったビームですね。なるほど。これを今度これに食器にかける。まだなんです。ああ、そうなんです。この糸に縦糸に糊をつけて、このままだとこの糸が柔らかいんで、食器にかけて折ってると、もう糸が毛羽立って折れないですね。糸がすぐ切れます。なのでこの縦糸に強力、強さをつけるために、糊をつけるんですね。なるほど。ああ、これは全部で12本。そうですね。これが先ほど、ロープテープで留めたものを分成してできたビームですね。これに縦糸に糊をつけています。なるほど。おお、はい。あ、これが。これが糊ですね。この中に先ほどの縦糸をサクンとつけまして、ゴムローラーで絞って、で上のシリンダーで乾燥をしていきます。シリンダー。これがそうですね。上で、じゃあ上が熱いんですね。熱いです。これはシリンダーで乾燥して出てきたものがこうなります。で糸に糊をつけて乾燥してるので糸同士がくっついてますから、一枚のいわゆるのし糸のようになってます。そのままでは食器で折れませんので、これをこういうロットを入れまして、1枚のシートを2枚、2枚を4枚というか糸を一本一本さばいていきます。分けるんですね。はい、分けていきます。それでこう分かれてる。これがだんだんこう分かれていってというすごい。で、食器用のビームに、食器用のビームにここで巻きまして、ここまでがこれだけかかるんですね。織物の縦糸ができます。なるほど。これ24時間動いてるわけじゃないですよ。2交代なので、朝の5時半から朝の5時半から夜の10時まで。そうですか。全ての工程ではないですけど、サイジングのところは、やっぱりまとめて、糊をやっぱり作るのに大量に作らないといけないので、なんとか食器の予定に間に合うようにみんな頑張ってます。なるほど。食器の予定に合うように。縦糸を供給していかないといけないので、食器が止まってしまうと生産量が上がりませんので、そういう意味で。じゃあもうあそこに合わせていくような感じでもあるんですね。そうです。中白になってるのがちょっと見にくいかな。中白。真ん中が白い。真ん中が白いのが映りますね。でもなんとなく。これがロープ染色で染めたインジゴのものは、なるほど。糸の芯までは染まってません。糸の芯がなんとなく白っぽくなってると思うんですけども、これがロープ染色の特徴ですね。これはデニムで色落ちする理由というですね。これなんかもうめちゃくちゃ重そうですけど。重たいです。これフォークリフトで、もちろん人がとか無理ですね。そうですね。これ手で持ってみても大丈夫ですか？どうぞどうぞ。そうです。体気をつけると腰を押さないでください。絶対無理ですね。無理やってみます。
適応というのがすごいんだ。糸って重いんだね。重いですね。 7番の糸で多分フルビームで何タン持てるんだろう。フルビームっていうんですかこれ。このビームにいっぱいまで巻くのがまあフルビーム。ああ、じゃあハーフビーム的なこともあるんですか。もちろんこれがセルビッチ用のあ、そうなんですか。ビームなんで。あ、やっぱはい。もう幅がセルビッチ用なんで、こういうなるほど狭のビームで。なるほどね。セルビッチはどうしてこの幅に？じゃあどうしてもゆとりの関係でこの幅がちょうどいい。パンツ1本肩入れするのがちょうどいいんですよ。あ、それの形のその幅に、はい、合わせてます。赤い耳がここにちょうど入るようにこう形を取っていくとこの幅がちょうどいいんです。いかにもジーンズらしいエピソードですね。合理的な。すごい大いやーなんか生地なんか折ってもらえばええがってよく簡単に言いますけど、ここまででまだ染めただけですからね。頼めないです。気軽には言えないです。ね、オリジナルとか簡単に言えないですね。一番言えんなって思った言葉は縫よってこれ生地が悪いって工場あるあるの生地のせいにするっていう。これは絶対口が裂けても今後一切僕は言いません。僕も言いません。僕も絶対言いません。なんか整理しがちですか。悪いなって僕は言うんです。生地のせいにし、ミシンのせいにし、もう縫製工はもう最悪ですね。はい。感謝していきましょう。でまだ折ってないという。縦の段階でもあります。縦の段階ですね。あとやっぱ人の手が欠かせないってことですね。そうですね。ね。まあ機械化は難しいですよね。このものに。ほのぼのしてます。法政バー。これが先ほど西工場でで降りてきたビームですね。はい、あーこちらに降りてきます。なるほど。これを織り機にかけるんですね。これをはい、こっちの方にかけていきます。すごい大きい音する。だってあんまり機械に近づきすぎたら危ないけど。みんな耳栓したりとか。あ、そうなの。はいそんくらい大きいの。しない人はしないですけど。いよいよ。はだんだんと音がついてます。あ。はあ。工場でできたビームを一つにつなぐ工程が今タイイングといいまして、あちらで今糸をつなぐ準備をしています。今これが初期の前折ってた糸です。で下のベージュが今新しくできたビームですね。でこの糸を一本一本結んでいきます。500。これはもうここは5000本とか、はい、そういう単位の数になります。でさすがにこれは人の手では無理なので、タイイングマシーンという機械が結んでくれます。今あれが上と下の糸をつないでます。これでこうやって結ばってます。あ、本当だ。ああ、これ機械がやってくれる。そうです。機械が全部あ結んでくれてます。あ、これがね、売ってますけど、ガウンが買えるって言ってた。あ、そうです。法政バー。トヨタいう、まあ、
今では車を作ってるメーカーがもともと食器を作ってたんですけど、そこが作った、いわゆる力食器っていう食器の型番になるんですけど、広く普及してるタイプっていうのは GL9 とか GL8 とか、うちにあるやつは GL3 って言って3番目というか3代目というかいう結構旧式のタイプなんですね。でそれが結構デニムのマニアに近いような方なんかに人気なんですけど、GL3 が売ってるって言ってまだ動いてる食器があるんだぐらいな感じでもう幻の食器みたいに言われる方もある。これが GL3 です。消耗品です。そうです、消耗品なので、もうやっぱりすぐ何かもうこういうふうにすり減ってきたりですとか、竹だったかな出てきてるんでやっぱり割れたりするんですね。で結構勢いよく飛んでるんで、ちょっと糸に引っかかってたらピョーンって飛び上がって飛び出ることがあります。そうです。危ないです。危ないですね。やっぱり先が尖ってるので。なんか耳がキーンになりますね。そこが終わったら、一応木端で検査をして、その後生地にもよるんですけども、こちらワッシャー工程で縦糸につけた糊を抜く作業をそうか洗う感じです。ジーパンに使うようなデニムですと、そのまま縦糸の糊は抜かずにノンウォッシュの、これがワッシャーです。ここから減反で洗ってやって、風合いだし減反で洗います。この中に、デニムですと、5、6ターン500ターン入るんですか。でこういうダンガリーのものですと、500メーター10ターン分ぐらいは中に入ってます。そうですか。でぐるぐる回って糊を抜いていくんです。ちょっとこの中にちょっと布は入ってないですね。玉洗いなんで入ってるところが見えるんです。そうです。ぐるぐるでこういう動きをする。だから一番細いところはあそこなんですよ。このぐらいの速度少ないんで、これ洗ってここぐるぐる生地が生地がこの中、この筒の中を通ってるんです。そうなってるんですか。こんなの通るんですか。この中を通っています。そうですか。そこから投入して、で向こうに押し出して向こうから漂ってきてまたバッとこういう動きですね。これはちなみに何を？これは今乾燥して出てきた生地ですね。そういうこと。同じように回ってこれは乾燥用の。この中に熱風入れて熱風で乾かします。なるほど。けどもこういう形で出てくるので、これを布を広げるのが真ん中の大きな機械。なるほどなるほど。こちらで布を広げて、でシリンダーで半分乾かします。これでも乾かすんです。濡れたものはここで乾かして、ずっと上に上がって、降りてくる間に布が広がってきます。なるほど。最終検査巻き算を行います。了解です。なるほど。そういう形でトロッコに振り落としたものを巻いていきます。すごい。失礼します。どうぞ。なるほどね。こちらで最終的に傷がないかとかいうのを見て、傷のチェックをして。今あったんですか。ありました。ちょっとですか。本当だ。結び節。縦糸が切れて、結んだ時の節が大きかったらこうやって出てくる。なるほど。このぐらいのスピードなんですね。
慣れないと目が回ります。それこれ何なんですか？123と45。生地の長さです。生地によって柄が違うから。そういうことか。生地に合わせてどの長さ。いやこれ縫ってると余るんですよ。こういうのってリサイクルできたらいいのになとは思うんですけど。段ボールと一緒に出しますよ。紙だから。そうなんですね。そうかそうか。じゃあまた段ボールとしてリサイクルされる。なるほど。まあでもこれだけ見たらこの生地買いたいっていう観光客の方もいるかもしれないですよね。来たらそこで切り売りコーナーで行けるんですね。なるほど。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。